だが、あれから俺は考えるようになった。あの人の仕事は殺し屋だ。殺しをやる以上、必ずしも、いつも無事でいられるとは限らない。あの人が突然、帰ってこなくなることだってある。そうなったら俺は、どうなるのか。気になるようになった。あの人はいろいろなものを俺に与えてくれた。食事、住むところ、新しい清潔な服、新しい靴、風呂にも入れたし、歯も磨けた。床屋で髪も切ってもらえた。本も読めた。それと俺は甘いものが好きでな。甘いものは太るから控えさせられたが、甘いものも食わせてもらえた。果物、ケーキ、クッキー、アイスクリーム。それに何よりも、俺は安全だった。母親にひどい仕打ちを受けることもない。路上で他人や警察の目を気にする必要もない。あの人が俺に与えてくれたものを俺は失いたくなかった。そしてある日俺はあの人に言った。俺も殺しを覚えたい。あの人は言った。殺し屋には敵が多い。警察、敵のヤクザ、敵の殺し屋。狙われるぞ。長生きはできない。それでもやるか。それでもやる。と、俺は言った。俺には、他の選択肢は、なかった。そしてそのことを、あの人も分かっていたんだと思う。分かった、と、あの人は言ったよ。あの人は、投げナイフをいくつか、どこかで手に入れてくれて、それを俺にくれた。そして、和室の部屋の、畳を一枚めくって、例の大きな本棚のある、広い部屋に持って行った。つまりその畳が、投げナイフの的だ。あの人は投げナイフで、相手の喉を刺すことを教えてくれた。まだ子供だったし、腕力では大人にかなわない。だから、相手から離れたところから、投げナイフで相手の喉を狙う。うまく刺されば、相手は声が出せなくなる。そして、呼吸ができなくなり、やがて窒息死する。相手に声を出させなければ、周囲に殺しを気づかれない。
気づかれないことが大切だ。失敗することもある。その時は、相手はこっちに近寄ってくる。血相を変えてな。だが、こっちは逃げずに。相手が近づいてくるのを待つ。相手の喉が、俺が持っている。もう一つのナイフで、切れる。と、思う瞬間まで相手を待つ。そして今度は投げずに。相手の喉を切る。喉を切られた相手は追ってこれない。だからすぐに逃げる。畳の的の前にナイフを置いて。あの人は俺に言ったよ。おい、ケンジ。何かを成し遂げるために。最も大切なことは何だと思う？それはな。何度も繰り返し、続けることだ。あの人はこんなことも言った。世間には、気合だとか、根性だとか、そんなたわごとを言う連中が多い。大昔は、大和魂だ。なんてことも言っていたそうだ。だがそんなものは、への役にも立たない。日本も戦争で負けたしな。本当に大切なのは、続けることだ。続けてさえいれば、いつかきっと、うまくいく。そしてある日、俺に、あの人から手紙が届いた。そしてその後、あの人は、二度と帰ってこなかった。吉岡が言った。証拠があるのか？信じられないか？と、犯人が言った。そうじゃない。だが、できれば。証拠が欲しい。と、吉岡が言った。証拠になるかどうかは、わからないが。あの人からもらった手紙を持ってる。その手紙を見せろ。この手紙は俺にとって、命の次に大切なものだ。もしこの手紙を汚したり、傷つけたりしたら、今ここで、お前たち二人を殺してやる。それでもいいなら、見せてやる。田原が言った。わかった。その手紙を消して。汚したり、傷つけたりしない。見せてくれないか？恩人の手紙。ケンジ、悪いな。俺はしくじった。
もう戻れない。この手紙が届く頃には、俺はもう、この世にいない。もっと長く生きて、お前を守ってやりたかった。でも、そうもいかなくなった。日本という国は、民主主義で成り立っている。そのための憲法や法律も、ちゃんとある。でも現実には、誰もが憲法や法律に守られるわけじゃない。そして、守られない奴は、むごい扱いを受ける。もし俺が死んだら、お前はまた、むごい目に遭わされる。だから俺は、お前に殺しを教えた。俺には他に、できることがなかった。だから、仕方がなかった。殺しのやり方は、教えたな。俺の部屋の、インターネットにつないだパソコンに、顧客からのメールが届く。そのメールは、秘密の暗証番号を使えば、開けられる。そのメールに、殺しの指示が書いてある。お前が殺しを成功させれば、秘密の銀行口座に、報酬の金が振り込まれる。どうやって金を引き出すかは、教えたな。メールにある殺しの指示は、鵜呑みにするな。指示には、どんな間違いがあるかわからない。お前自身がよく調べて、真実をつかむんだ。殺しを成功させるために、最も大切なものは、真実という情報だ。真実をつかめ。そうすれば、生き残れる。それともう一つ。お前が殺しをやる以上、必ず、お前のことを探ろうとする奴が、どこかにいるはずだ。自分のことを知られないように、相手のことを探る。殺しの世界に関わる人間は、皆そう考える。お前も考えろ。そうすれば、この殺しの世界が、どういう仕組みで動いているのか、いずれ分かってくる。今、お前のことを思い出している。お前が漫画を読んでいた顔。
お前は楽しそうだった。お前は甘いものが好きだったな。甘いものは太るから控えさせたが、実は俺はお前が甘いものをうまそうに食っているのを見るのが好きだった。うまいということはこういうことなのかと、お前に教えられたような気がしたよ。それから本棚の本をお前は全部読んでしまったな。俺は少し読ませてみたいと思っただけだが、全部読んでしまうとは思わなかった。驚いたよ。お前は俺にそんな姿を見せてくれた。お前に感謝してる。お前のあの姿が俺が生きる意味だった。お前のあの姿を忘れない。俺はもうすぐあの世に行くが、あの世に行っても忘れない。お前は殺し屋だ。だからきっと長くは生きられない。でもできればできるだけ長く生きてほしい。最後に一ついいことを教えてやる。お前はこれまでずいぶん辛い思いをしてきたな。そしてこれからも辛いことはあるかもしれない。でも人生はきっと悪いことばかりじゃない。再生リスト40に続きます。